お話丸かじり。このチャンネルでは様々なお話を脚本化して朗読劇でお届けしております。今回お届けしますのはフランスのお話、シャルル・ペローの作品です。タイトルをお願いします。第94夜のお話は青ひげ。演者は琴美と浅井優、ストーリーテラーは私山本真由美と米村隆一がお送りします。さあ今夜も物語の扉を開きます。最後までごゆっくりご覧ください。それではまた後でお会いしましょう。青ひげ。人は昔から現在に至るまで常に戦い争い続けている。愛する人を、祖国を守るため、そして時には他国の地を奪い取るため。いずれにしてもそれは行われるべきではなかった。たくさんの血が流れ、多くの尊い命を、人が築き上げてきた大切なものを奪うものなのである。許してください。この女に制裁を、罪を償え。神よ、あなたは残酷だ。私はあなたを信じて戦ってきたが、これからは悪の限りを尽くしてやる。あなたを崇める者のすべてを切り刻んでやる。これは1431年に起こったある出来事をきっかけに、世の中を呪い、神を恨み、憎しみ続けた私の友の物語である。凄惨な出来事から30年の月日が流れた。私のもとに一人の男が訪ねてきた。私は懐かしい気持ちで快くその男を出迎えた。しばらくです、伯爵。久しぶりだな。手紙がなかったがどうしていた。君のことを思わぬ日はなかったぞ、ピエール。やはりその名は私にとっては馴染まない。二人きりの時は当時の名で呼び合いませんか。それはできん。あの出来事は忘れるんだ。ジルドレは20年前に処刑されたのだ。ブルターニュ公となったリュシュモンの計らいを無にしてはならない。それと、良くない噂を聞いている。また妻と別れたそうだな。原因は何だ。やはり私には、あの方以外に愛することはできないのです。いや、愛するなんておこがましい。今でも、夢に出てきてくださる。その時私は、最高の安らぎを得、恍惚に浸れるのです。そしてやめてくれ。私までがおかしくなりそうだ。君を哀れに思うよ。哀れ。とんでもない。形ばかりの結婚生活や人形のような妻など、私には必要ありません。だがそんな妻たちでも魅力に思う時があるのです。妻たち。それはどんな時だ。答えるまでもないでしょう。あなたもオルレアンの戦いで、いや、100年戦争で、嫌というほど経験してきたはずだ。まさか、君、ところで、私に来ようというのは何でしょうか。君に紹介したい娘がいる。
君が崇拝する女神にそっくりだ。私も会ってみたが驚いた。顔はもちろん、声や仕草まで。そして、同時に君に紹介するべきか悩んだ。えげつでおぞましい噂が私の耳に入ったからだ。だが、旧国の英雄と呼ばれた君を信じることにした。英雄か。どのような噂がはびこっているかは分かりませんが、私はフランスの一紳士です。あなたのせっかくの計らいだ。過去のことは忘れて、その人にお会いしましょう。私はその時、この男のどこまでが本音かは分からなかったが、その場はしなやかに話がまとまった。だが、後に私は自分のしたことを激しく後悔することになるのである。男は青ひげと呼ばれ、村や町の人々に恐れられていた。そして今まで6度も結婚、離婚を繰り返していて、前妻は誰もが行方不明になっていた。私が彼に紹介する娘、ミレーヌは、おぞましい人の噂を信じたり、彼自身を恐れることはせず、快く彼に会うことを承諾してくれた。もちろん、私の心の中の不安が、やがて恐怖に変わり出していることも、彼女は知る由もなかったであろう。はじめまして、ラバール男爵。私はミレーヌと申します。確かに似てる。生き写しのようだ。男爵？男爵？どうかなさいまして？いや、あなたの噂以上の美しさに見とれていました。まあ、嫌ですわ。あなたとそのご家族を一度私の屋敷に招待したい。いかがでしょう、ミレーヌ。喜んで伺わせていただきます。この縁談は私が思ったより早くまとまってしまった。しかし私はこの話を進めておきながら、どうしても二人を心から祝福する気にはなれなかった。それは村人たちの噂だけではなく、ミレーヌの家族が全員この男との結婚に反対していたこと、そして何よりも先日私が卑屈で異様に変わり果ててしまった英雄を目の当たりにしたからである。皆の反対を押し切り、二人は半ば強引に結婚してしまった。しかし私やミレーヌの家族が心配していたことは一度も起こらなかった。取り越し苦労だったのであろうか。二人の結婚から何事もなく2ヶ月が過ぎ去った。でも、間もなくまた同じことが起きてしまう。男爵がこの屋敷に迎え入れた新しい妻、名前はミレーヌ。私たちは彼女にこれから何が起こるかもう
わかっているのです。その日の夜、雲行きが怪しくなり始めていました。二人は食事をしながら話をしていました。朝はいつもお早いのですね。ああ、軍隊にいた時の名残かもしれん。そうなのですね。今まで話してくださらなかったから存じませんでしたわ。たとえ夫婦でも隠しておきたいことはあるものだ。お前だってそうだろいいえ、私はあなたのすべてを知りたいのです。これからはもっと二人の時間を増やしていろいろなことを分かち合いたいの。そうか。ではそうしよう。まずはこの屋敷から始めるか。これは屋敷にある部屋の鍵だ。預けてくださるのね。嬉しい。私が留守の間、自由に使うといい。ありがとう。ただし一つだけ行ってはいけない場所がある。それはどちらですの？答えるまでもない。渡した鍵では開かぬ扉のある場所だ。お前にはわかるまい。知りたいわ。お願い教えて。ダメだ。これ以上は教えぬ。たとえその場所を見つけ出しても絶対に近づいてはならん。この誓いは何としても守ってもらいたい。もし誓いを守れなかったら？若い妻は怯えながら言いました。すると紳士は優しく妻を抱き寄せながら言いました。お前は聖女だ。そんな愚かなことをしないと信じている。そう言い終わると男爵は自分の部屋に引きこもってしまいました。若い妻はまた一人で夜を過ごすことになるのです。あの人はどうして一夜を共にしてくれないのかしら。寂しいわ。するとかすかなうめき声が聞こえてきました。どなたかいらっしゃるの？助けて、助けて。どこにいらっしゃるの？ここから出して。いつの間にか朝になっていました。ミレーヌが目覚めると男爵はもう起きて身支度を済ませていました。お出かけですの？急な所用ができた。留守を頼む。帰りは夕方になるだろう。今お送りしますわ。気分が悪いのではないか。見送りは結構だ。行ってくる。ごめんなさい。夫を見送ったミレーヌは激しい震えが止まりません。その原因は未だに謎が多い夫のこととそれと同じくらい知られていないこの大きな屋敷のこと。夫がいなくなると再びどこからともなく助けを求める女のうめき声が聞こえました。助けて。早くここから出して。あなたは7番目。きっと私たちと同じようになる。あなた方は一体どこにいらっしゃるの？恐怖を感じたミレーヌは夫に渡された屋敷の鍵束とともに扉のある部屋を片っ端から開けて行き、その中に入りました。豪華な衣装の部屋や
きらびやかな食器の部屋、宝石がたくさん入っている部屋など、屋敷には8つのお部屋があり、そこにはもちろんうめき声や叫び声などは聞こえてきません。やはり気のせいなのかしら。8つの部屋を見た後、最後の扉を閉め鍵をかけると、ミレーヌは自分の部屋に戻り、同じ町に住む2人の兄に手紙を書きました。その夜、男爵が戻ると、ミレーヌは共に夕食をとりながら夫に言いました。明日、私の2人の兄をこの屋敷にお招きしたいの。よろしいかしら。ああ、構わぬ。だが、私は同席できない。お二人のもてなしは任せたぞ。またお出かけになるの？兄たちとは結婚式以来よ。少しでいいの。2人の兄に会ってくださらないかしら。ダメだ。どうして？訳をおっしゃって。くどい！私はこの屋敷の主だ。私といつまでも幸せに暮らしたければ、余計な詮索はするな。ごめんなさい。少し言い過ぎた。許してくれ。明日は狐狩りに行く。伯爵の誘いを断ることはできない。お兄さんたちとはまた機会を作ろう。ありがとう。そう言って主は夕食を済ませると、また一人部屋にこもってしまいました。その晩、また屋敷から女のうめき声が聞こえてきたのです。痛い、苦しい。やはり聞こえてくる。一体どこから聞こえてくるの？翌朝、ミレーヌが目を覚ますと、屋敷の主はもういなくなっていました。ミレーヌが起き上がると、今度は豪華なドレスに身をまとった3人の女性の亡霊が現れたのです。驚いたミレーヌは恐怖でしばらく声が出ず震えておりましたが、なんとか正気を取り戻したようで、悲しい表情の私たちに声をかけてきました。あなた方は誰？そのうちの一人が主の部屋の中に入るよう、そして中に入ると、やはり女の一人が机の引き出しを開けるようミレーヌを促しました。その中には鍵束にはない別の小さな鍵が入っていました。この鍵はどうして別にしまっているんだろう。それに部屋はこの鍵束の数と同じなのに、この鍵は一体。ミレーヌはなおも3人の女性たちに誘われ、8番目に開けた部屋の鍵を開けました。その部屋をよく見回すと、片隅に大きなシルクの布に覆われたもの。亡霊たちはやはりその覆いを取るように彼女を促しました。
覆いを取るとそこには隠されていたこの部屋の9つ目の部屋、そしてその扉が、それを見つけた彼女の驚きも私たちの想像をはるかに超えるものでした。信じられない。こんなところに扉があったなんて。渡した鍵では開かぬ扉のある場所だ。私といつまでも幸せに暮らしたければ余計な詮索はするな。彼女は迷っていました。でも自分の好奇心の方が勝っていた。そして開けてはいけないパンドラの扉を開けてしまったのです。これは地下室だわ。すごい匂い。ミレーヌはそのまま階段を降り続けました。そして地下に降り立ち、改めて周りを見回しました。薄暗い視界に異様な周期、そしてそこには6人の私たちが悲しくさまよっていたのです。そんな、あの人が神様。ミレーヌは恐怖と絶望で立ちすくんでいました。やっとのことで階段を上りきり、急いで扉を閉め、シルクの布をかぶせました。すると目の前にこの光景を見られたくない相手が現れました。そこで何をしている？誰に聞いてここに来た？何も存じません。手の中にあるものを渡すのだ。いえ、何も持っていません。渡すのだ。屋敷の主の突然の帰宅は偶然ではないのです。こうなることを心のどこかで予感していたのです。以前の私たちのように。でも男爵はご自分でも気づいていらっしゃらないある誤算があったのです。この中を見てしまったのか。あれほど言っておいたのに、なぜ誓いを破った？約束を破ってまでこの中に入りたかったのか。申し訳ありません。お許しください。もう言いつけに背いたりはしません。誰にも言ったりもしませんから。私の愛するお方、どうか。ならん。そんなにこの中に入りたいならお前も入るといい。中にいる者たちと一緒になるのだ。そう言いながら男爵は剣を抜きミレーヌに向けました。なぜこんなひどいことを。ひどい。戦いに出た者なら誰でもしていることだ。それに他の者たちも神でさえ私よりひどいことをしている。私はここに眠っている女たちに、私が守り抜いてきた民衆に、そして神に裏切られたのだ。わかりました。せめてお祈りをさせてください。あなたを裏切った神様に。よかろう。では祈るがいい。わずかばかりの時をやろう。これでこの若い娘も殺され、私たちと同じくこの地下室に永遠に眠るのだと思っていました。許してくださ
許してください。ジャンヌ、あの時のあなたの顔だ。私には殺せない。男爵はかつて真に愛した一人の女性に生き写しのこの若い妻を手にかけることはどうしてもできませんでした。それはこの呪われた屋敷をさまよい、この光景を見守っていた私たち6人に嫉妬が湧き起こるほど意外な出来事でした。やがて2人の騎士が現れ、残忍な主を遮りました。やめろ！妹を離せ！殺人鬼め、お前を葬ってやる。さあ、相手はこっちだ。男なら私たちと戦え。邪魔をするな。なかなかやるな。さすがは元元帥。倒しがいがある。兄の突き出した剣が青いひげの悪魔の脇腹を貫きました。もう一人の兄は捕らえられた妹を助け出しました。手紙を読んだよ。無事でよかった。兄さん。妹は兄の胸にすがり泣きました。そこへまた一人凛々しい騎士がこの8つ目の広い部屋に入り、地下室の扉の前に現れました。やめるんだ。剣をしまえ。あなたはロングウィル伯爵。ピエール、許してくれ。もうこれ以上私はお前に罪を重ねてほしくなかった。この人と一緒になって幸せをつかんでほしかったのだ。私に幸せなどはない。唯一楽しみと呼べるものがあるとすれば、私の、いや敬愛すべきジャンヌ・ダルクの敵、神とその子供である人間たちに制裁を与えることだ。それができたときは心から安らぎを感じることができたのだ。狂っている。生かすべきではない。慌てるな。自分の幕の下ろし方はわきまえている。傷ついた私の友は自分で首を切りつけ、最後にこう言い残した。私のしたことは許されるべきではない。償いにはならぬかもしれないが、私の遺産と残ったこの屋敷を君たちのために使ってほしい。ピエール。私が気がつくと、若い妻は瀕死の夫のそばに行き抱きかかえていた。幻でもよかった。できれば一緒に生きていたかった。妻にそう言い残すと、青いひげの男爵は私たちの前で息絶えた。ミレーヌの2人の兄はその亡骸を地下室に葬り、意外ではあったが残った彼の遺産を民衆たちに分け与えた。これは神のおぼし召しなんだ。再び憎きイギリスに攻め込もう。神の名のもとにイギリスを倒せ！青ひげ男爵の遺産が
戦いのきっかけになりそうだ。皮肉なものですな。私たちは誰もが彼よりも残忍なのかもしれないな。愚かなことだ。新たに始まったこの戦いも人を傷つけ、多くの尊い命が犠牲になる。これからも人は争いを続けていくのであろう。そしてそれから600年近く経った今でも人は争いをやめることができずにいるのです。おしまい。ということで第94夜青ひげをお送りいたしました。はいかがでしたか？いや、これはもうとても深いお話ですいやよね。本当にもう怖くて、はでも悲しみもあるんですけど、そうでもイメージはもう怖いが強いです。い、いやもうなんだろう、濃ゆい、いい意味で濃ゆいです、本当に。で、今回こちらのテーマになるんですが、はい、禁じられたものの誘惑にはなかなか勝てない。そうですよね。いやもう自分もこの青ひげという作品はもう知らなかったので、はい、もう聞いてみてこんなに怖いものだと思わなかったですよ。原作はシャルル・ペロも書いているというものだったので、やっぱり歴史にのっとっている部分もありますので。なるほどですね。でモデルの一人と言われているのが、ジャンヌ・ダルクと共に戦ったというジルドレ、こちらを加えた作品になっているんですけれども、やっぱでも戦争っていうのはまあ悲しい悲しいものですよね。やっぱりしたくない人もこう戦争に生かされたりとか、そういうのが昔からずっと、今でもやっぱりやってるところはあると思いますので、そういうのを、ニュースとかで聞くと悲しいですよね。そうですね。でやっぱりこの作品で思ったんですけれども、はい、やっぱりやられる側はもちろん傷を負う、やる側もですね、それなりの影というか闇を背負うことになっちゃうので、本当にもうどっちにも得にもならないし、傷を残すだけで、罪深い行為なんだなっていうのはよくわかりました。これオペラや映画にもなっていまして、なってたんですね。でやっぱりメジャーな作品とも言われてますね。時に米村君、誰かに秘密を知られたことありますか？いや、ないですね。本当に？ないのかな、多分。今秘密にされました。ということで第94夜フランスのお話、シャルル・ペローの作品青ひげをお送りいたしました。次は日本のお話をお送りします。それではその次回の夜まで健やかな時を。良い夢を。お相手は米村隆一と山本真由美でした。それでは皆さんおやすみなさい。次回第95夜のお話丸かじりは、日本の怪談重ねが淵をお届けします。あの子供は殺された助の生まれ変わりに違いない。魔が宿った重ねの子なんじゃ。この村の人たちは変わり者を嫌う趣があります。ルイさんとはいつ別れてくれるんだい？もう少し待ってくれよ。私はお前の財産が欲しいんだ。私の娘が悪霊に取りつかれているのです。憎しみや未練を残し、いつまでもこの世にさまよっていては決して安らかにはなれぬ。どうか心安らかに成仏してくだされ。人が罪を犯す限り、悪人がこの世にはびこる限り、仏の言葉など信じぬ。次回もお楽しみに。皆さん、今回のお話はいかがでしたか？よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお気軽に。それでは次回のお話まで。まったね。